こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。もしも1年後、この時にいないとしたら、現役の意識であり、ホスピス、緩和ケア、専門機である恵水原子によって執筆された生命と向き合うことの本質を問いかける一冊です。本書は医療現場で多くの終末機関車と向き合ってきたヘツ者が私と直面する場面でこそ自分らしく生きるために大切なことをリアルなエピソードとともに伝えています。タイトルが試す通り、もしも1年後に自分がいなくなるとしたらという問いを読者に投げかけることで、日常の忙しさや常識にとらわれがちな私たちに本当に大切なものは何かを考えさせます。私というタブーに直面することで、逆に今この瞬間をいかに生きるか、どんな価値を背負い出していくのか、そのヒントが数多く詰まっています。人生の再起を迎える人々の言葉や著者自身が感じた葛藤や学びが丁寧に描かれており、読者の心に深く澄く内容です。今を大切に浮きたいすべての人におすすめできる本です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、私に向き合うとは何か。本書の中心的なテーマは、知恵に真摯に向き合うことの重要性です。意識として多くの患者の人生の再起を見届けてきた著者は、死を単なる恐怖や避けるべきものとしてではなく、自分の人生を見つめ直すきっかけとしています。死期を知った患者たちは、残された事件をどう生きるかを真剣に考え始めます。そのプロセスの中で、誰もが持つ声の意味や価値観が浮かび上がってくるのです。私は、究極や終わりではなく、どう人生をしらめくくるかを考えるための貴重なタイミングと捉えています。この視点は、日常生活に流されがちな私たちにとって木に立ち止まり、今何を大事に生きるべきかを再認識させてくれます。私は人生の一部であり、逃げずに向き合うことでより深い声の充実感につながると本書は説いています。こうした死生観は多くの人の考え方を変える可能性を持っています。次に、後悔しない生き方のヒント。終末期の患者とのエピソードからは、もっとこうしておけばよかったといった後悔の声が多く聞かれます。しかし著者はそれだけでなく、今からでも遅くないというメッセージを伝えます。人生の終わりを前にしてやるべきこと、伝えておきたい思い、やり残した夢などに気づいたとき、人は残りの時間を権力で生きる覚悟を持てるのです。そのために必要なのは、今ここにいる自分に正直であること。他人の目線や事件体にとらわれず、自分の本音を大切にすることが後悔しない生き方に直結します。また、ありがとう、ごめんね、といった大切な一言を今伝えることの重要性も示されます。せぎ伸ばしにせず、今、この瞬間にできる小さな行動が後悔のない人生を作るのです。さらに、家族や大切な人との関係性。本書では、人生の終わりが近づいた時に最も重要になるのが家族や大切な人との関係性であると指摘します。私と直面した多くの患者が最も心を寄せるのは、自分を支えてくれた人たちです。言葉にできなかった思いや感謝の気持ち、解決されなかったは高まりに向き合う必要が出てきます。著者は医療現場までの体験を通じて、時に家族間でも伝えきれなかった思いをどのようにして伝えていくかを具体力で紹介しています。コミュニケーションの機会を恐れず、話し合い、理解し合うことが最後の時間を豊かにする間だとしています。また、一人一人の再起の願いを最大限尊重し、その人らしい人生の中縁を迎えられるサポートが大切であると説いています。そして、人生観の再構築。本書を通して紹介される患者や家族の姿から、読者は自分自身の人生観を見直すチャンスを得ます。私を意識したとき、人は本当に大切にしたいものが何か、何のために生きているのかという本質的な問いに向き合わずにはいられません。著者が見た現場では、物質的な豊かさや社会的成功が従事される一方で、最終的には愛や差が、そして自分自身が納得できる生き方こそが大切であると気づかされます。
本書では読者自身ももし1年後にいなくなるとしたら自分は何をしたいか、誰と事件を過ごしたいかという問いを投げかけ、常に機目を見つめ直す生き方を提案しています。最後に、医療の限界とホスピスケアの役割、清水現出は意識という立場から医療の限界についても率直に技術しています。現代医学は多くの命を救っていますが、必ずしも全てを救えるわけではありません。特に終末期医療では、どこまで延命治療をするか、患者本人や家族がどんな選択肢を希望しているかが問われます。そこで登場するのがホスピスケアの役割です。苦痛を和らげ、その人らしい再起を迎えるためのサポートを提供するのがホスピスケアです。本書は、医療が命を伸ばすことからその人らしい人生の締めくくりを支えることへと価値観を転換する重要性を強調しています。患者本人の意思を尊重し、心と体の苦痛のケアを補完するホスピスの考え方は、人生をどう吠えるかという問いへの大きなヒントとなるでしょう。結論として、もしも1年後、この時にいないとしたら、は、糧を咎いものとしてではなく、誰にとっても常しく訪れるものであると認識し、キマを最大戦線に切るヒントを与えてくれる貴重な書籍です。年齢や職業を問わず、忙しさに追われる現代人、人生の選択に迷いがある人、家族や大切な人との関係を見直したいすべての人におすすめです。何気ない日常にこそ隠されている本当に大事なものに気づかせてくれるはずです。また、医療従事者やケアワーカーにも死生観や勘取りの現場まで役立つ具体的な知見が満載です。本書を読むことで、先延ばしにしていた本物や夢、家族への書務や感謝の言葉は、悩みや葛藤と正面から向き合うきっかけが生まれます。妻は確かに怖いものですが、同時に自分の価値観や人生の方向性を見直す絶好のタイミングでもあるのです。他の同類術と異なり、医療者のリアルな語りと生身のエピソードにリルチされた接続力があります。シンプルな文章と身近な視点で、難解な話ではなく、手を信頼の生き方への気づきを与えてくれます。今この瞬間を血に詰め直し、後悔しない人生を送りたい人はぜひ手に取るべき一冊です。自分自身と大切な人のために読む価値が間違いなくあると言えるでしょう。ご支援いただける場合は、香水源ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。